皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本学術会議についてです。この日本学術会議に推薦されたメンバーのうち6人が菅政権において任命を拒否されることとなりました。この件に関してインターネット上では菅政権が学問の自由を侵している、もしくは政権の意に沿わない人物については公職から外す動きを見せているのだといった批判が行われています。この件に関して結論を言えば、それはあくまでも政権批判のための運動であって、本質的にはこの学術会議にこそ問題があると思った方が良いでしょう。そのため今回のニュースについて言っても、どこから報道記事を引用するかといえば朝日新聞と東京新聞を選びました。一体どのような会議でどのような人物が任命されなかったか、そのことから一体何が起こっているのかを見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。日本学術会議は学者の国会、科学政策を政府に提言。日本学術会議とは、日本学術会議は人文・社会科学や生命科学、理工など国内約87万人の科学者を代表し、科学政策について政府に提言したり、科学の啓発活動をしたりするために1949年に設立された学者の国会とも言われる。210人の会員は非常勤特別職の国家公務員で、任期は6年間、3年ごとに半数が交代する。1954年には原子力の平和利用について自主、民主、公開の原子力三原則を打ち出し、55年の原子力基本法に盛り込まれた。軍事研究のあり方についても、戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない旨の声明を50年と67年に発表。2017年にも防衛装備庁が創設した研究助成制度をめぐり、軍事研究を禁じた過去2回の声明を継承するとの声明を発表。また、建設費が7700億円に及ぶ素粒子実験施設について、融資を支持するには至らないと見解を示すなど、国の大型プロジェクトの方向性を決める役割を担っている。2010年には、通常の医療とは異なる民間療法、ホメオパシーに科学的根拠がないとする会長談話を出したこともあった。梶田会長、首相に説明を求める。1日の総会で新会長に選出されたノーベル賞受賞者の梶田東京大宇宙線研究所長は、極めて重要な問題でしっかり対処していく必要があると述べ、6人を任命しなかった理由について菅義偉首相に説明を求めることを検討するとした。それでは任命を拒否された6人というのはどのような人物だったのでしょう。菅首相が学術会議の任命を拒否した6人はこんな人。安保法制、特定秘密保護法、辺野古などで政府に異論。政策提言を行う国の特別機関、日本学術会議が新会員として内閣府に推薦した法律・歴史学者ら6人の任命について菅首相が拒否していた問題。6人は安全保障関連法や特定秘密保護法などで政府の方針に異論を示してきた。政府の意に沿わない人物は排除しようとする菅政権の意図が浮かぶ。1、東京大社会科学研究所教授の宇野茂樹教授。2013年12月に成立した特定秘密保護法に対し、民主主義の基盤そのものを危うくしかねないと批判。安全保障関連法に反対する学者の会の呼びかけ人にも名を連ねていた。2007年にトクビル、平等と不平等の理論家でサントリー学芸賞を受賞。2、早稲田大大学院法務研究科の岡田教授。安全保障関連法案の廃止を求める早稲田大学有志の会の呼びかけ人の一人。沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設問題をめぐっては2018年、他の学者らと共に政府の対応に抗議する声明を発表。3、東京慈恵会医科大の小沢教授。2015年7月、衆院特別委員会の中央公聴会で野党推薦の口述人として出席。安保関連法案について歯止めのない集団的自衛権の行使につながりかねないと違憲性を指摘し廃案を求めた。4、東京大大学院人文社会系研究科の加藤教授。憲法学者らで作る立憲デモクラシーの会の呼びかけ人の一人。改憲や特定秘密保護法などに反対してきた。2010年にそれでも日本人は戦争を選んだで小林秀夫賞を受賞。政府の公文書管理委員会の委員も務めた。5、立命館大大学院法務研究科の松宮教授。2017年6月、共謀罪の趣旨を含む改正組織犯罪処罰法案について参院法務委員会の参考人質疑で
戦後最悪の治安立法となると批判。6、京都大の芦名教授。安全保障関連法に反対する学者の会や安保法制に反対する自由と平和のための京大有志の会の賛同者。今回の一件を通しての政権批判の中には、これによって学問の自由が奪われる、侵害されたといった批判が政権側に向けられています。しかしそのことは全くの的外れだと言えます。なぜならば、この学術会議のメンバーに選ばれなかったからといって別に学問の自由を阻害されるわけではありません。むしろこの学術会議のメンバーにならない方が学問の自由は保障されていると言った方が良いでしょう。なぜならばこの学術会議のメンバーに選ばれることによって国家公務員となります。そのために国からの税金をもらうことになりますし、時間なども当然のように割り当てなくてはいけません。つまり、学問に費やす時間が大幅に奪われますし、そして国からお金をもらうということは、国に対しての意見というものがどうしても鈍いがちなものです。少なくとも、中立、独立性というものを確保したいのであれば、国からの税金などは一切もらわない方が良いでしょう。そうしなければ、利害関係者と思われる可能性の方が強いのです。そして当たり前のような話ですが、日本学術会議のメンバーになっていない人の方がはるかに多いです。そしてそれらのメンバーになっていない人々がメンバーになっていないことによって学問の自由が阻害されているかといえばそんなことは当然全くありません。そしてこの学術会議の運営には国からの税金が予算として10億円が割り当てられています。決してどこかの中立独立性を持った民間の集まりではないのです。しかし、今回引用した記事の指摘にもあるように、この学術会議の発言というものは決して科学だけに集中した話をしているわけではありません。その一つの代表例と言えるのが、軍事研究の禁止という声明についてです。本来であれば学問の自由を謳うのであれば、どのような研究をするかというのは研究者自身が自分で選べて良いはずです。しかしこの学術会議においては軍事研究に携われるようなものについては否定しています。つまり学問の自由を自分自身で否定しているのです。これは大いなる矛盾と言えるでしょう。軍事研究に携われることが嫌だというのであれば、それは科学者や学者たちの個人の信条として行えばよいことであって、学術会議そのものの一種として、あたかも日本の学者すべてがそのような考えをすべきだといったような声明をすべきではないと思います。少なくともそれは政治活動に分類されるものであって、科学に分類される話ではないでしょう。しかし、こういった話をすると、いやいや、この学術会議というのは第二次世界大戦時における日本の科学者たちが戦争へと協力させられたその反対としてこのような声明を行っているのだというような否定的な意見も出るでしょう。もちろん過去においてはそうだったでしょう。しかし現在において情勢は明らかに変化しています。私はこのチャンネルの中で何度か新冷戦という言葉を使って今の国際情勢の話を何度となく行ってきました。この言葉が示すものは世界は平和ではないというこの現実です。そしてその平和ではない危機がそう遠くない、むしろ我々にとって身近なところで起ころうとしていることに関して無視してはいけない。このことこそが本来は科学的な事実として見つめなければならないことです。概念的に遠いからといって無視するのであれば、むしろ危機というものがより自分たちに降りかかってくる可能性が高まってしまいます。科学者たちを軍事研究から遠ざけることによる弊害について一つお話をしましょう。例えば日本において航空機産業が発達していて、アメリカ製の F-35 よりもはるかに優れたステルス戦闘機をアメリカ製よりもはるかに安い値段で作れたとしたら、わざわざアメリカから F-35 を買う必要があったでしょうか？私はないと思います。これはあくまでも単純化した話ではありますが、そのように日本国内において軍需産業というものが成熟し、必要十分な能力を備えた武器というものを作ることができれば、わざわざアメリカから買う理由というものは存在しません。そういった時に買う必要があるのは、あくまでも政治的なやり取りとしてアメリカ製の武器を買わされたといったような結果であって、不必要なもの、そして日本製よりも劣るものをわざわざ買う理由など存在しないはずです。
しかし現実においては日本の科学技術というものは先進国の中でも高いところに分類されてはいますが、残念ながら軍事技術というものは実戦経験をほとんど経ていないですし、また国内においてもそうした軍需産業というものが必ずしも発達しているわけではありません。日本の防衛産業というものは確かに一部においては優れた性能を見せていますが、残念ながら費用対効果という点においては世界の武器市場においては輝くものはありません。日本製というものは品質が良いのですね。で、お値段はとなった瞬間に、いやいやそんな高い値段では買う気は全くありませんよという具合に、世界の市場からは全く興味を持たれていないのが現実です。もちろん日本製のものを買った上で技術を盗もうというのであればお金に糸目をつけない国はあるでしょうが、そういったことは一つ例外な話です。一般的に武器というものは性能と値段のバランスというものを見なければならず、現在はアメリカ製の兵器というものが日本にとっては最も性能とバランスの良い商品となっているのです。しかしそのような背景があってアメリカ製の武器を買うとなった時に、必ず同じようにして政権批判の声が上がります。ものすごいお金を積み上げて、それによって海外から兵器を買うなんてなんてひどい政府だといった批判です。日本国内において研究開発などが進まない一方で、じゃあ作れないんだから海外から買うしかないというこの現実に対応するために海外から物を買う。これは非常に現実的な選択です。しかしその現実的な選択すら批判するのであれば、もはや批判のために研究開発を阻止し、それによって海外から買わざるを得ない。しかし海外から買わざるを得ないのであればそこも批判する。もはや批判するために彼らが活動しているかのような存在にも見えてきます。日本国内で研究開発を行い製造することができれば、それに携わる日本人、日本企業というものがお金を得ることができ、労働者としても研究者としても賃金を得ることができます。それらのお金というものが日本国内でぐるぐる回るわけですから、海外から高いお金を出して買うよりもはるかに日本経済にとっても良いはずです。日本国内での軍事研究に禁止し、それに携わろうとする学者たちを批判するのであれば、結局はその負担というのは日本国民にとっても無駄に高いコストを払っているという形で全員が負担することになってしまうのです。そして政治的な話で言えば、今回弾かれた6人の人々が一体どのような人物であったか、そして彼らの活動によってどのような政権批判が繰り広げられていたか、これはもうかなり無茶苦茶なものでした。例えば安全保障関連の法案や特定秘密保護法に関しては様々な流説が流れました。例えば居酒屋で政権批判を行っていれば、それを理由にして警察に次々と逮捕されてしまうといった話や、法案が成立すれば日本は自ら戦争を仕掛け、それによって今すぐにでも戦争が始まってしまうぞという脅し文句や、日本国民全員が徴兵されて、さああなたたちの子供たちが戦場に連れて行かれるぞといったような脅しの文句などもたくさん見られました。そして彼らは一様にして戦争反対や安倍政治を許さないといったスローガンなどを並べていました。これらの話というものは決して誇張した話ではありません。これらの法案が審議され、反対運動が起こってきた時というのは本当にありとあらゆる手でありもしない空想話が語られ、それによって政権批判というものが非常に盛り上がっていたのです。今回の任命を弾くということについて手続き上に問題があるのであれば、その手続きの関連についての規定というものを改めるべきでしょう。そのような点を除けば、朝日新聞や東京新聞が政権批判を行う時の論拠としている学者たちが弾かれたんだなというのが一つの真相だと言えるでしょう。私には政権批判のための人物が弾かれたことに対しての怒りが今回の政権批判につながっているのではないかとすら思います。そして逆に言えば菅政権としては、これまでは推薦が上がってきたものは全員登用してきたこの習慣に対して任命を拒絶するといった行動をとったわけです。これなどは安倍政権の良いところは継承し、問題があるところは改善を行っていくという姿勢を菅政権としては掲げているわけですから、その一環だと言えます。今回インターネット上では菅政権に対する批判の声というものが大きいわけですが、私は今回の件をもって逆に菅総理がこれまでの慣習にとらわれず変えるべきは変えなければならない、そしてそのことを実践する人物であるということを示した一つの事例ではないかと思っています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございます。
チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして私の話が気に入った人はぜひともメンバーへとなってください。そうすることによって私の活動というものがより安定的に発展することができます。それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。